こんにちは、もずくです。今回は2026年にリリースが予定されている心安らぐ生活シミュレーションハートピアスローライフで遊んでいきます。ハートピアスローライフは XD エンターテインメントが独自に開発運営をしているゲームで、昨年7月に中国でリリースされてから SNS 上でも多くの話題を集めているゲームになっています。ゲームの内容はログインをするたびにランダムな12人のプレイヤーが街に集まる仕組みになっていて、その場所で釣りや虫取り、園芸、バードウォッチング、さらにペットを飼ってゆっくり自由に過ごせたり、着せ替え、建築などのクリエイティブな要素も楽しめます。そしてなんと現在第1回クローズドベータテストが開催されています。 PC、Android、iOS で実施されているので、ぜひ皆さんも参加してみてください。今回私は序盤にできることに加え、機能が開放されているアカウントで遊ばせてもらって、本格的な着せ替えや建築をメインに遊んでみました。それでは早速序盤のチュートリアルから遊んでみたいと思います。まず最初はキャラメイクから始まるんですけど、これがまあ最高に可愛くてなかなか決められませんでした。やばー、かわいい。なんか今時っぽい髪型とかもあるね。フレンチショートかわいい。ストレートもある。グラデーションのされてるところが違うんだ。前髪か下かみたいな。目元、かわいい。じと目みたいなぼんやり目。これ何？瞳。やっば。やばい。カラコン的な。無理だよ。決められない。決められない。まさかの目の形だけではなくて、瞳の種類まで選べます。瞳の大きさや形が変わることで、同じ目の形でも全く違う印象になるので、これはかなり個性が出せそうだなと思いました。メイク？フェイスペイント。チーク変えれるんですけど、シワみたいなんですけど、クマあるクマ。ちょっとやさぐれてる顔みたいにしたいかも。可愛いじゃんね。めっちゃ選べんじゃん。これ初期服こんな選べんの？すごっ。かわいい。という感じでキャラメイクに30分かけてこんな感じの見た目になりました。プレイヤーの見た目が決まった後は街に移動します。そこには案内人のアニーと家具屋のボブおじさんがいて、最初の説明を受けます。バブハートピアへようこそ。私は開拓者協会で案内人をしてるアニーよ。バブが何かって思った。この街でこんにちはって意味の言葉なのだって。バブ、アニーちゃんバブ。そしてなんとマイホームを選ぶことができるらしく、かわいい。何これ。やば。ちょっと待って。かわいい。これ好き。こんなお家に住めんの？最初から？こんな感じでたくさんの種類からマイホームを選ぶことができます。もちろんこれは初期住宅になるので、今後は壁を追加したり屋根を変えたりと全く別の形に自由にリフォームすることもできます。なんかもくもくしたお家が作ってんのかな。うわすごい花火上がった。そしてその後は家具屋のボブおじさんにベッドを作ることを勧められます。この世界では家具屋さん以外でも製作書をもとに必要な素材を集めて、製作台を使って家具などをゲットすることができます。その後アニーからの手紙で趣味のガイドたちのところへ行くことを勧められます。町の住民たちはあなたに興味津々よ。みんなの熱に驚かないよう気をつけてね。そんなに。それと趣味のガイドたちのところへ挨拶に行くのもいいかも。ハートピアスローライフには趣味というものがあるんですけど、いくつかの簡単な依頼をこなしていくと開拓者レベルが上がっていき、いろいろな趣味が解放されていきます。
早速趣味のガイドのところに向かおうと思うんですけど、趣味の一口に好きなものが見つかるかもよって。びっくりした。誰？びっくりしたちょっと手紙見てる間にびっくりしたすっごい待って、やばい、熱意早速。はい、バンニアさん、こんにちは。バブ。2匹のブリークが郊外の湖で顔を合わせる約束をしていたが、その後2匹とも顔に大きなタンコブを作ってしまった。待って、何の話？いやあ、新しくやってきた住民さん。バブ。みんなバブって言わないのか？兄だけ？釣りの趣味が解放される前に、そのガイドであるバンニアの依頼を受けることになりました。作ってきました。待って、この話、これ何？そのブリークって何？魚かな？依頼を受けることで開拓者レベルが上がり、釣りができるように。お、いる。近づけて、なるべく。あ、いいんじゃない？よし。来た。おー、あ、簡単。あ、簡単だ。釣れたよ。来た、2匹のブリークの話ブリーク釣れなかったな。郊外の湖か。どこにいるんだろう。タンコブ見たいねこんな感じでチュートリアルは終了。そしてここからは機能が解放された状態のアカウントで遊ばせていただきました。序盤は釣りができたんですけど、開拓者レベルを上げるとやってみたい趣味を自由に選べるみたいです。趣味レベルというものを上げると道具も強くなるらしいので、また魚を釣ってみたり、虫取りをしたり、それでお金稼ぎや図鑑埋めをしたり、野菜やお花を育てたり、集めた素材で料理をして食べて体力回復やレイアウトに使ったり、猫や犬を引き取って一緒に暮らしたり、マップのいろんな場所に生息する鳥を見つけてバードウォッチングを楽しんだり、いろいろな趣味を自由に楽しむことができます。ではここからは一番楽しみにしていた着せ替えと建築をしていきます。まずは着せ替えから。ちなみに鏡で見た目の変更、クローゼットもしくはスマホから着せ替えができるんですけど、服屋さんの2階にある鏡では初めのキャラメイクよりも選択できるものが増えていました。せっかくなので瞳の種類を変えて着せ替えは楽しんでいきます。すぐに進めてあるアカウントなのでたくさんアイテムが揃ってたんですけど、服は服屋さんもしくはイベントなどで手に入れることができます。トップス、ボトムス、セットアップ、靴下、靴、帽子、アクセサリー、手持ちアイテムに分かれていて、アクセサリーに関してはピアスやメガネ、バッグなどがあって重ね付けすることができました。そしてこのゲームの魅力的なポイントが服のシルエットがどれも今時っぽいところです。シャツの身幅のバランスやダウンもショート丈だったり、パンツの形も太めのものや裾の溜まり具合までも細かく表現されていました。ジャンルも様々なので一人一人に合った着せ替えができるかと思います。私も気になったアイテムで自分好みに着せ替えをしてみました。これ履きたいかも。オレンジレザースカート、ベルト重なってるやつ、これにしよう。じゃあこれに合わせよっか。もう上これがいい気がするけどなピチってしてる方が可愛くなりそうだから、バランス的にってなったらキャミ系かなと思うんですけど、この初期の方で買えるものであえていきますわ。可愛いスニーカーいっぱいある。この足元でかくなるのやっぱいいね。大好き。バランス的に可愛い。スノーブーツ可愛い。待って、探偵家のショートブーツめっちゃ可愛い。これにしようっと即決め。次頭いこうかな。すごいね、ベレ帽種類豊富すぎ。可愛い。ポーズ可愛い。カウボーイハットめっちゃいいかもしれない。これにしよう。これちょっとさ、色味も合わせてさ、でちょっとなんかゲームの中の世界観って感じにして、で次は小物いくか。アクセサリー。
絆創膏とかめっちゃよくない？絆創膏しかも色選べるっていう。絆創膏つけとこっかな。わあ、メガネいいな。ちょっと待ってよ、メガネはつけよう。かわいいサングラス。フォトフレームサングラス。これにしよう。ピアスとかもつけようかな。フープイヤリング。ちょっと見えるのいい、髪の毛から見えるかな。じゃあカバンもいけるか、重ねられるってことか。かわいい。どうしよう。このかける場所乾くのいいな。斜め掛けか肩にかけるか。リュックとかもあるから、リュックいいな。これにしよう。探検家のリュックは、私探検家シリーズ好きかもしれない。手袋か。手袋。やば。シュシュとかもつけられんだ。すごい。これはこれか。片方いいな。革なのいい。あと革で合わせようかな。革にしよう。これにしよう。靴下も履く？ちょっと靴下みたいなの履いてるけど重ね履きしちゃう？ミツバチハイソックスもいいな。やばい。可愛すぎる。これ片方ちょっとずつさ、高さが違うってことか。そうだよね、多分。ミツバチハイソックスで決定にします。このコーデの他にもいろいろと試してみました。という感じで様々なアイテムを組み合わせて着せ替えが楽しめます。では次は皆さんお待ちかね、建築をしていきます。ざーっと見てもらいたいんですけど、家具は可愛いものから使いやすそうなものまでたくさんあって、建築パーツに関しては壁だけでも高さ違いで3つあって、ドアや窓、屋根、柱まで細かく分けられてます。もちろん植物の種類も豊富で、家具で観葉植物もあるし、木や低木などもあります。そして建築中のみ自由に時間帯や天候を変えることもできるみたいです。私は最初に選んだマイホームは全て解体して、更地のところからカフェをテーマに作っていくことにしました。まずは外観から。2階建てにしようかと思うので、ざっくりと形を作っていきます。ホールもキッチンも十分入るくらいの大きさで枠を作り、床を張って入り口部分は奥に引っ込めます。次は建具をつけていきます。ドアは一つ扉のものを選択して、ドアの窓と似ている窓を壁に設置していくんですけど、なんとリメイクできちゃいます。しかも見てください。こんなにも自由に色を変えられます。迷ったんですけど、とりあえず白にして、同じくドアの色も揃えるんですけど、ものによっては部位ごとに色を変えられちゃいます。2階部分は床を1階よりも少し前に配置し、立体感を出します。あとは周りを壁で囲っていき、一旦こんな感じです。で、このままだとちょっと単調なので、片側に大きさを変えた建物をくっつけます。建物裏に回れるトンネルもあっても面白いかなと思ったのでつけてみました。では次は屋根をつけます。屋根もいくつか種類があるんですけど、とりあえずこれにしてみました。こんな風に壁や床の建材を使って自由に形を作ることができて、屋根も限界はあるんですけど、自由に大きさを変えられたり、屋根のカーブも調整できたりします。ではなんとなく形が決まったので、色をつけていきます。ペンキを使って変えることができるんですけど、なんと模様ごとに色を変えられます。とりあえず全体のバランスをつかむために青色ベースで塗っていき、1階は漆喰っぽいもの、2階はレンガにしてみました。さらに床の建材も色を変えていくんですけど、裏表別々のペンキを塗ることができました。という感じで配色が決まったので、2階に開き窓の建材を設置し、配色に合わせて屋根の種類を変え、壁装飾や
柱で立体感を出し、柱に合わせて床と柵を設置し、入り口を豪華に。そしてさらに壁の境目に設置することができる細長い柱と壁の装飾で変化をつけたら、全体の色味を調整していきます。しっかり色のメリハリをつけたり、装飾で立体的にするといい感じになるような気がしました。そしてさらにドアの上に壁掛け物置ラックを設置して立体感を出し、隣の建物も色と形を調整。柱も金属製のものからより洋風なものに変更し、装飾を増やしていきます。そしてこちら、出窓という可愛い建材があります。これを平面だった壁に設置し、立体感を出して、出窓の大きさに合わせて建物の奥行きを調整していきます。隣接した建物の側面には高さも調整できる煙突を設置し、2階部分に床をメインの建物と奥行きを揃えて、柵、柱、ドアを設置しベランダを作ります。全体はこんな感じになりました。可愛く作れたかなと思います。で、ここから配色を変えていきます。このままでも爽やかで可愛いんですけど、建物全体のバランスを取るためのとりあえずの配色だったので、もっと自分好みに寄せていきます。模様から色まで変えられるので、組み合わせがいっぱいありすぎて迷ったんですけど、最終的にこうなりました。シックなカフェにしたかったので、暗い色の木と黒をアクセントに入れて組み合わせてみました。ではここから内装も作っていきます。壁床の組み合わせに迷いつつ、カフェなので壁と床の建材でカウンターを作っていきます。そして結局外観と同じ壁に落ち着き、可愛らしいレトロなタイルを発見したので、床はミントグリーン色にして重たすぎないようにしてみました。で、ここからカウンター周りから家具を飾っていくわけなんですけど、どのアイテムも可愛すぎるせいで、一個一個触れていると映画くらいの長さになりそうなので、特に気になったアイテムだけ触れながら紹介していきます。まずコンロがね、一見普通のコンロなんですけど、色のバリエーションがたくさんあるので、すんごい可愛くなっちゃいます。建材の壁以外にもこういったおしゃれなデザインの壁があるので、ところどころに設置してアクセントにも使えたりするわけです。そして可愛い収納家具を設置しながら、天井の高さ、横に壁を追加してカウンターを箱型にしていきます。で、こちら一番好きな家具です。これ天井からキッチン道具をいっぱい吊り下げられます。めっちゃ可愛い、ときめいてます。そしてさらにカウンター周りに壁を追加し、完全にホールと分けて、ここからどんどんカウンター周りに家具を飾っていきます。大きい冷蔵庫に海外っぽくキッチンに洗濯機も追加して、またまた推し家具、マリン風シリーズのリメイクがすんごい可愛くて、クリーム色と黒の大好きな組み合わせにしてみました。で、洗面台を使ってシンクも設置し、
また推し家具。レトロシリーズが可愛すぎるのでたくさん使っていきます。そしてこのゲーム斜め置きもできるので、特に小物はさっきまで使っていたかのような自然な置き方ができました。そしてご覧の通り、付属している小物まで色を変えられるのが本当に素晴らしいです。それではどんどん飾っていきます。という感じで一旦カウンター周りは完成。ここからホールを作っていきます。客席がいくつか必要なので窓際に作っていきます。寄席テーブルという家具は隙間なくくっついてくれたので大きなテーブルを作って、椅子はいくつか試した結果、収集家の肘掛け椅子がカフェのイメージに近かったので、斜め置きや半マス置きを活かしながらさっきまでお客さんがいたような置き方にしていきます。別の客席には展示館のベンチを使って大きな客席を作り、一応2階も作ったので階段でつなげていきます。で、少し高さが足りなかったので短い階段を使って L 字に曲げ、手すりをつけて色を合わせていきます。そしてこのままだと宙に浮いているので、壁を使って階段下にスペースを作り、2階部分には柵を設置。天井の色も暗い色に変更して、ランプを天井とテーブルの上に飾っていきます。そしてまさかのスピーカーも部位ごとにリメイクできたので、窓際に2つ向かい合わせて飾り、間に小物を飾っていきます。テーブルにはレストランの食器を2パターンの色でランダムに配置し、全体を観葉植物で飾り付けていきます。そして次は階段下に作ったスペースにお手洗いを作っていきます。マリン風壁掛け棚とミニマル引き出しカウンターでトイレの後ろを飾り、素朴な便器とリメイクが可愛い寄せ木テーブルランプ、そしてもっとリメイクが可愛いセラミックシンクを設置します。あとはミラーと植物、お手洗いなので扉をつけて完成です。そして最後に入り口付近に椅子を並べて待つスペースを作ったら、これで内装は完成です。最後はささっとお庭を飾り付けます。周りが平坦な土地なのでメリハリをつけるために建物を壁で作った塀で囲っていきます。色は室内の床と合わせてミントグリーンにしました。そしてトンネルにつながる場所に野外ライトと柵を使ってプライベート用の入り口を作ります。あとは葉っぱのボリュームが素晴らしい広葉樹で建物を囲って、旧型の低木を塀の角や木の根元を中心に配置していき、
扇形の低木とめちゃめちゃ可愛いと思った草むらを混ぜていきます。そして最後に園芸で育てたお花たちをまばらに配置したら、これでお庭は完成です。いかがでしたでしょうか。実際にプレイしてみて感じたのは、とにかく一つ一つのアイテムが凝っているし、様々なジャンルがあるので自由度も高くて、これがスマホで気軽に遊べるとなると間違いなく暇さえあれば遊んじゃうなって思いました。あと友達と同じ街に暮らしたりパーティーも開いたりできるみたいなんですけど、自由に何でもできる世界で友達と遊べるってすごく楽しそうだなって思いました。改めて第1回クローズドベータテストは11月19日12時まで、そして現在事前登録が開始されていて、事前に登録することで特典がもらえます。また今回開催されているクローズドベータテストや今後開催されるテストのいずれかに参加すると、正式サービス開始後に限定記念報酬のブルーベリーショルダー1個と星のかぶり物1個がもらえます。詳細は公式 X で確認できるのでチェックしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。